こんにちは、田村まりりです。これからペン入れをした似顔絵に美しく水彩画を塗っていきます。ぜひご覧ください。まず肌色を多めに作っておきます。顔を塗る範囲が広いので肌色は水分多めで、たくさん作っておいた方が塗りやすいです。おでこの方から塗っていき、鼻筋、そして顔の下の方まで降りて塗っていきます。ムラがないように塗っていきましょう。何回か重ね塗りをしてムラがないようにきれいに塗っていきます。ほっぺたは朱色と肌色を混ぜて薄くきれいにのせていきます。朱色の周りは肌色で、きれいにぼやかしていきます。次は髪の毛をきれいに塗っていきます。薄めの焦げ茶色で丁寧にまず第一段階塗っていきましょう。だんだん濃く髪の毛は 2,3 回重ねて塗っていくと綺麗に仕上がります。透明水彩ですので綺麗に重ねて下の色が生きるようにだんだん濃く塗っていきましょう。男性の髪の毛は少し暗めの黒に近い色で髪の毛を塗っていきます。こちらも重ね塗りできれいに塗っていきましょう。少々はみ出ても大丈夫です。
女性の方も少し暗めの色で重ねて塗っていきます。半乾きぐらいがちょうどですね、綺麗に色が乗るかと思います。男性の髪の毛もより暗め、黒に近い色で重ねて塗っていきます。髪の毛も、濃淡をつけると美しく仕上がります。髪の毛ですね、ちょっと生え際とか薄めで塗っていきますね。こうやって2、3回重ねて塗っていくとより立体的に表現できます。薄い色でも水彩画は綺麗なんですけれども、こうやって重ねて塗っていくとより美しく仕上がります。ちょっとチャレンジしてみてください。それでは次にバッグの花の色を塗っていきます。薄めの水色で水多めでですね、花を次々塗っていったりしています。はみ出ても全然大丈夫です。ベールなんかもですね、塗っていったらいいかなと思いますので、軽くですね、薄くちょいちょいと塗る感じで塗ってみてください。次はですね、紫色をね、重ねて塗っていきます。丸を描くような感じで薄い色でですね、しかもちょっと濃いめでですね、描くと綺麗になるかなと思います。
緑もね、葉っぱの色で塗っていただくと、より美しく背景もですね、塗っていけるかなと思います。ちょっとね、濃いめのベージュみたいなコピックで、顔の輪郭の影といいますかですね、そのあたりを描いております。より立体的に仕上げるようにこうやって、コピックで、補正しながら描いていっています。首の下なんかでもね、塗っていただけるといいかなと思います。はい、コピックでですね、肌色で目の中を塗っていただいて、グラデーションをね、つけていただくと、瞳も美しく描けるかと思います。ちょっとしたね、お化粧のように、影なんかも徐々につけていきます。目もですね、目の中も瞳も暗めの焦げ茶とか入れたりしてですね、グラデーションをつけています。唇なんかもですね、肌色でまず塗ってからピンクを塗ったりしていきます。まずですね、唇肌色でですね、下地を塗ってみてください。これは薄いグレーで眉毛とか目の影なんかもですね、描いてあげてください。で、目の周りとかですね。はい、あと服の影なんかも描いていただけるとより綺麗になるかと思います。
とベージュやグレーでですね、髪の毛もう一度ですね、綺麗になぞってあげるといいかなと思います。ちょっと髪の毛ですとかね、輪郭とか黒に近いペンでなぞるとより引き締まって描けると思いますので、すべてねなぞる必要はないんですけど、こうやって黒を入れることによって引き締める効果がありますので、ピンポイントで黒を入れてみてください。はい、細い筆ペン、筆の助で目の縦線ですね、入れております。これで目がパチッとね、完成するかと思います。ちょっとね、ブルーですね、薄いブルーで、こうやってね、目の影なんかお化粧みたいにね、また描いております。こうするとよりグラデーションが効いて美しい目元になるかと思います。背景の花もですね、こうやって濃いめのブルーでもう一度ですね、なぞっております。水彩で描くとどうしてもコピックの最初の描いたお花がですね、薄くなってしまいますので、上からもう一度描いております。なぞるというよりね、若干ずらして描くとよりまた立体的になるので、描いてみてください。はい、紫もですね、もう一度上からなぞっております。ブルーと紫。こうやってね、バッグとかをね、寒色で、描いていくと、よりなんかクールに美しくね、描いておりますね。はい、文字もですね、薄いブルーを入れて、ちょっとだけ、立体感が出るようになぞっていきます。
はい、葉っぱのね、緑なんかももう一度濃い緑で、なぞって描いていっておりますので、はい、このように上からもね、もう一度ペンでなぞってみてください。筆のすけ細い筆ペンでもう一度ね、丁寧に髪の毛とかね、書き込んでおります。細いペンでもう一度ですね、髪の毛とか細かいところを書いていきます。はい。では、これですね、スタンプインクを使っていきます。100均とかでも売ってる簡単なスタンプインク、ピンクの色を使ってお化粧のパフで、本当にお化粧のようにほっぺたとかをですね、軽く塗っていただくとより綺麗にぼやかすことができます。ちょっとね、丸めてこう塗っていかないと筋がいっちゃうので気をつけてください。はい、では背景もですね、ブルーとか紫とか使って、ぼかしていきます。上からね、ちょっとパフパフ置いていく感じで塗っていきます。こうやったですね、パステル画のようにぼかしていくと背景ですね、とっても綺麗に仕上がります。緑もですね、緑なんかも入れて、全体的にぼかしていきたいと思います。
背景ですね、黄色なんかもねちょっと若干入れていただくと、このようにちょっときらめいてですね、いい感じになるかなと思います。赤ね、範囲が狭いんですけど、ほっぺたぐらいでね、赤なんですけど、ちょうどいい感じですね。綺麗に、はい、シンプルに色はですね、綺麗になったかと思います。ではですね、ポスカなどを使って白を入れて、より綺麗に美しく立体的に仕上げていこうかと思います。この白の使い方ですね、このように、なぞってですね、上手に描いていただくと、本当に、絵としてですね、綺麗に、はい、描くことができます。より、このお花とかですね、ちょっと若干こうずらして、白を入れていただくと、なんかちょっと浮き上がってくる感じな、そんなイメージになるかと思います。はい、右側もですね、お花をね、描いていきます。テンポよくですね、細かくなりすぎなくてもいいので、あくまで背景なんですけれども、より、シンプルにですね、そんなむっちゃ細かくなくていいんですが、若干ですね、美しく仕上がるようにテンポよくお花を描いていただけたらと思います。ちょっとね、点とか星とか入れすぎないようにですね、描いていただけるとキラキラした感じが出てくるかと思います。点とかね、なんかこう、輝いてる感じで、ほっぺたのね、点とかも上から入れていきます。
これはね、ちょっと拡大バージョンでですね、お見せしておりますね。こんな感じで白を入れていただければいいかなと思います。はい、ユニボールとかですね、より細いペンでですね、目元とかを入れていきます。唇のツヤ感とかですね、アクセサリーとかね、より細かくですね、ホワイトを入れていただけると、少女漫画チックに、はい、描くことができます。ちょっとですね、ホワイトが効きすぎてるかなという感じでしたらね、こうやってもう一回ですね、パフでですね、背景のところね、色を入れてあげて、下の方ですね、上の方を残して、下の方をちょっと色を入れてあげると、あと白がね、浮き出すぎずいい感じに馴染むかと思います。はい、これでですね、綺麗な似顔絵、ウェディングボードですね、仕上がりました。はい、こんな感じで、いつも仕上げておりますので、皆様ですね、ご参考になればとっても嬉しいです。よろしければチャンネル登録ですね、グッドボタンも押していただけると励みになりますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。